皆さんおはようございます。おはようございます。弟子です。ララです。これはですね、一粒というチャンネルでございます。そうなんですか。これ初めてとチャンネルの名前を聞きましたので、はい。一粒ってどういう意味ですか？例えばお米を数えるときに一粒、なんか米の一粒とか豆もそうなんですけど、さまざまな小さなもののために使うカウンターなんですけど、なんでその名前を選んだんですか？私うな重とか食べるじゃないですか。はい。丼とかみたいなものも食べるときに、基本的にはお米を食べるときに一粒も残さない、全部完食するからそれで視聴者の皆さんのコメントを見て、私がなんか一粒も残さずに綺麗に食べますねみたいなことを言っていただいていて、光栄に思っていい言葉だなと思った。人たちって本当に優しいですね。優しいですね。優しいですね。優しすぎるかな。でもあとは日本語に一粒万倍という表現があるんですけど、それってなんか例えば小さなものからスタートしてもっともっと大きな素敵な結果にたどり着いたりとか、お金もそうでしょ。なんか例えば1円とかからスタートして、すごく頑張れば例えばすごいお金を集めるとか、っていう。だから私もその一粒からもうなんか大きな、なんかまだ知らない大きな結果になるようにかもしれないし、それって願ってます。人々それぞれの一人一人の大切さも表してるんじゃないかなと思ってますね。なんかこういうね、社会の中でなんかたくさんの人がいるんですけど、それは一人一人なんですけど、でも一粒一粒小さいことそう、米の一粒。はい。でも今日はですね、一つのシリーズとしては、日本学科を卒業した人々がどういった生活をしているのかとか、バックグラウンドを持っているのか、どういった一粒で日本に貢献しているのかっていう。使いすぎじゃないの？そうですね。ちょっと今ね、ちょっともうやめてください。ごめんなさい。はい、もう終わりました。今日は元ケンブリッジ大学日本学科の同級生のダラさんをお招きしました。早速本題に入りますが、ちょっと自己紹介をお願いします。皆さんはじめまして、私ララと申します。オーストラリアの生まれで、3歳からイギリスにずっといました。19歳の時、テシと同じケンブリッジの日本学科に入りまして、4年間が経って卒業してた感じかな。ララさんは、その日本学科に入ろうと思った理由はいろいろあったと思うんですけど、幼い頃のお友達、ちょっとどうぞ。初めて日本人の友達ができたのは7歳の時ですよ。イギリスの教育制度は違うんだけど、一応小学校の1年生みたいな感じ。7歳から9歳までこのカリンさんという子がいて、もうすごく仲が良くて、もう私のベストフレンドの一人だったんだけど、その時から彼女はいろいろたまごっちとか日本の鉛筆とか使ってたんですよ。すごく未来的だなって思ってた。日本は国としてはそれは多分その一つの初めて日本とのつながりなんだけど、でもその前にも実は私2歳の時ってオーストラリアの保育園に通ってた時も、なんか私の住んでる地域で日本人が多かったみたいで、私以外の学生というか赤ちゃんとかは全員日本人だったらしい。それもすごいですね。保育園から、もう日本人に恵まれてるんですよね、ララさんは。でもそれはもう最近までは知らなかったんだけど、その初めての日本人の触れ合いは7歳からあったんだけど、そして今週もう17年ぶりにカリンさんともう久しぶりにベリ久しぶりにもう会えて、本当に感動しました。ちょっと待って、でもそのカリさんが当時小学校の時にすごく仲良くしてくれてたことが、ケンブリッジ大学で日本語を勉強しようと思ったきっかけの一つになったのかな。そのつながりだったんですよね。初めて日本の文化をちょっとだけ知る機会だったかもしれないので、それも一つのきっかけなのかなって思います。なるほどね。でこの前は久しぶりに会って、どうだったんですか？そんな久しぶりにある人と会うとね、なかなか不思議じゃないですか。でも不思議な感じで顔があんまり変わらないんです。大人になって、でもカレンダーみたいでもうすごく感動して、
7歳の自分と戻るとはちょっと言えないんだけど、懐かしい話とかいろいろして、わかんないんだけど札幌にも来てくれるかもしれないので、すごく楽しみにしてます。いい話ですね、でも不思議に思ったのは、なんか当時2人はやっぱり英語で話してましたね、でも今ララさんは、日本語を流暢に話せるし、なのでそのことあって、何語で話したんですか？日本語。そうですよね。びっくりしたじゃないでしょうか、向こうも。そうですよね。多分なんか最初に連絡が来た時ってなんかびっくりしたと言ってたので、イギリス人のなんか7歳の時の友達から急に日本語で、実は私も今札幌に住んでますよって連絡が来ると、なんかびっくりするんじゃないですか。びっくりしますね。なんでいやー、それはびっくりしますね、絶対っていう、つながりがね、あって、自分の中で大学で日本語を勉強したいなって思った一番大きなきっかけは何でしょうか？是枝裕和の監督さんの映画が、万引き家族でしょ。万引き家族の前はなんかそれがまだ出てない時に、誰も知らないとか、歩いてもという2つの映画からイギリスと違うなとは感じて、もっとなんか知りたくて、是枝裕和監督さんの映画で入って、日本のなんか文学とか他の映画とかいろいろ見始めて、すごいな、なんかこれも字幕なしで見たいし、この本とかもそのままでもなんか読みたいしという気持ちで、じゃあ日本語を勉強しようかなって思ってた。面白いな。昨日インタビューしてたアシさんも日本語を勉強しようと思ったのは、そのアニメを字幕なしで見たいって、なんかそういう人が多いかなって思ったんで、っていう感じで、そういう映画がきっかけになって、その後に私たちがね、一緒にいろいろね、ケンブリッジ大学で勉強してて、なかなか大変だったと思うんですけど、テッシはやっぱりその前にも何回も言語とかも天才だから、なんかイタリア語、スペイン語、ドイツ語いろいろはできるんだけど、私はあんまり小学校でフランス語は勉強してきたんだけど、それもやめて全然できない人ですよ。そしてどうやって言語を勉強するのも自分でも分かんないままで入っちゃったから、あと一応ひらがなぐらいは分かってたんだけど、なんかカタカナもちょっとうまくその最初テストあったんじゃないですか。そうですね、それを伝えましょうか。どうぞ。その大学に入る前に、夏休みに一応そのひらがなとカタカナ学びなさいという連絡が来て、独学で勉強してきたんだけど、ひらがなは一応できたんだけど、カタカナはなかなかうまくいけなくて、最初の1週間が終わった後に日本語の先生とのミーティングがあって、ララはなんで日本画科に入ろうと思ったんですか？そうなの？なんかもう本当にダメだったので、もう本当にその何回もその自己紹介のこんにちはと私は自分でなんか繰り返すというなんか授業あったんだけど、私はどうしてもできなくて、みんなちょっと心配させてしまった気がする。でもそこからもうすごい上達してきたんですね、でもそうですね、なんか何も言語を勉強し、一応フランス語とかでもそれ以外の言語を全く勉強したことないのに、そこで日本語チャレンジですよね。しようと思ったんですよね。もう本当に言語ができる人がもう羨ましすぎて、私も頑張ればなんかできるんじゃないかと思って、それも一つのきっかけなのかな。すごいな。性格的には苦労しても諦めたくないタイプだから、なんとかなると思って入ってて、やっぱりなんか思った通りにもうなんか結構苦労したんだけどなんとかなった。でもなんか言語をたくさん勉強してきて入った私でもすごく苦労したことは苦労しました。そうですよね、みんなもう本当に、でも無事にね卒業して、イギリスの方で日本に来るまではどういう仕事をしたんですか？その日本語を活かしたいなと思ったのか、日本に戻りたいか。どうしても日本に戻りたくて、その留学生のなんか生活はすごく楽しかったし、もう毎日道を歩くだけで友達と遊ぶだけでいろいろな学びあるんじゃないんですか、普通にイギリスで同じことするとそれもなんか時間の無駄になるみたいななんか全然なんか学びとかが日常生活の中にないイギリスだと、でもなんか日本だと毎日歩いたらなんか新しい漢字とかと見たらでパン屋さん行くということが知られてますか？ごめんなさい、皆さんに分からないこと。
そうどうしても戻りたかったんだけど、コロナの中だったのでもう卒業したのは2020年のなんか6月だったのでもう無理ですよね。イギリスでも就職とかはもう日本の関係でもいろいろ調べてみたし、私の興味を持ってるなんか映画とかの業界とかの仕事でいろいろ調べてみたんだけど、もう無理だった。基本的にはもうみんな仕事がなかったからだからコロナの中だったので、イギリスはちょっと厳しい、何回も厳しいロックダウンに入ってて、家とかにいるよりも、人とかなんか触れ合いたいし、ロックダウンの中で、触れ合える場というか、もう病院、スーパーマーケットか学校。病院ってちょっとなんかわからなくて、地位とか見るとなんかちょっと気を失いそうな感じだったので無理かなと思ってて、私一番向いてるのはなんか学校かなと思って、学校の先生、なんか英語の先生と英文学とかラーニング障害とかのある方とかのサポートでなんか入ったりして、あと日本語のクラスとかも、なんか趣味としてもやってて、すごいよねそれ。そういった高校で日本語の何してたんですか？その学校の中で、日本語とかを勉強したい学生がたくさんいて、みんなは一応なんかアニメとか漫画とか読んだりとか見たりする人が多いので、そこで私日本語できるって伝えたら私も学びたいと言ってくれる。いや子供すごいね、いっぱいいるね、いっぱいいて、一応日本語のクラスをやろうかなって思って、特に一人がもうすっごく頑張って、すっごくいい学生だったんですよ。そして私も頑張りたくなって、でも週に1回からもう週に5回ぐらい教えることになってすごい、ね、この子に今でも続いてますよ。ね、素晴らしいですね。なんか今でもララさんが働いてないのに無料でその子に教えてるんですね、日本語を。やってます。で学校とかで働いてて、でやっと日本に来れるようになった時に、日本に来て、いろいろやってると思うんですけれども、今私がちょっとそろそろ行かないといけないのでちょっと準備しながら、ララが今度どういった将来っていうか日本で何をやりたいのかっていうのはありますか？今は札幌に住んでるんだけど、できればあと来年に東京に引っ越して、東京で美術の大学院とか映像系の大学院に入るか、あとそういう続けてね、一人でちゃんと話してアピールして自分のやりたいこととか、なんか好きなのかどうぞ。ちょっと寂しくなったんだけどね、映像となんか関係ある仕事をしたいなと思ってる。それともチームラボを応募しようと思ってます。あと東京に住みたい理由はやっぱり私もイギリスのロンドンの大都市の育ちで、札幌も大好きなんだけど、どうしても大都市に戻りたくて、なぜかというと東京で何でもできるんじゃないんですか。なんか毎日これは興味を持ってる、これは興味を持ってる。東京のエネルギーが好きということで、あんまり自分のアピールはうまくできないと思うんだけど、弟子が戻ってくるまでみんなで待ちましょう。私はもうこの1週間、皆さんごめんなさい、準備できました。私はね、これからネイルがねちょっとおかしくなってきちゃったから、それをでも皆さんなんとなく想像つきましたか？なんとなくララさんがね、これからも日本で活躍していただけたらいいなと思ってますけれども、もしこの動画良かったねって思っていただけたら、チャンネル登録忘れないでください。いいね。いいね。よかった。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。